にちは、みえこです。今日はね、簡単にできるバスケットのパターンを使用してポーチを作りましたので、皆様にご紹介しますね。今日使うのは 3.5 センチ幅の長い布ですよ。それではまず使う色を選びます。この赤いのはカゴの持ち手に使う色ですよ。あとは自由に選んでくださいね。それからベースの布は色が薄いと配色が簡単ですよ。そしてキルト綿も用意します。パターンはこの後ショルダーバッグも作るのでたくさん作ってありますが、今日はポーチなので4個だけ使いますね。まずキルト綿にこの白のベースの布を重ねます。よく見てくださいね。これをこのように折って線をつけます。そしてこの線を印に赤い布を重ねて縫います。どこに重ねても大丈夫ですよ。縫い代に入らなければそれでいいんです。1センチぐらい内側に入るときれいにできると思います。これね、角ね、額縁仕立てにしましたけれど、丸く作ってもいいんですよ。丸はちょっと縫うのが難しいかな。そしたらこの長い部分をカットしてカゴの部分を縫います。これね、ログキャビンの縫い方によく似ていますよ。まずはこの3枚の布を縫います。この書いた線より7ミリぐらい出るように縫ってくださいね。これね、わかるかな？その後これ緑の布を外側全部に縫って半分パターンできますよ。そしてカゴの持ち手の部分ですね。これを縫ったら一つのパターンが完成します。キルト綿より表布が大きければそれで OK です。で、この4枚を全部縫います。キルト綿の端を縫います。
そして今度は最初に裏布を縫います。これね、ポケット一体型の裏布ですよ。表布に合わせて裏布を切ります。2枚切ってくださいね。そしたら周囲を半分ずつ縫います。これね、半分ですよ。でね、この丸みをカットする部分、動画映ってなかったので、これ切ってくださいね。そしたらまた半分だけキルト綿の端を縫います。残り半分も同じように縫います。次ね、ポケットの部分縫います。返し口を開けるのを忘れないでくださいね。こんな風にできてるから、そしたら余分な布をカットします。次に表に返してプレスですよ。そしたらポケットの入れ口ですね、ここミシンで簡単に縫います。次にキルトします。キルトはどこ縫っても大丈夫ですよ。ミシンで縫っても綺麗にできますよ。はい、できました。次はポケットをこれね、トップの部分に縫います。両方縫ってくださいね。今度はファスナーつけますよ。これね、フリースタイルのファスナー、これ便利ですよね。で、このように針で留めて、どこからどこまで縫うか印をつけてミシンで縫います。
次にファスナー切らないでそのまま残り半分を縫います。ファスナーつきました。そしたらこれね、曲線の部分のファスナーの部分、ここ合わせて針で留めます。ここね、ここを中心にジッパーを入れます。なのでここね、ここがきれいに入るようにジッパーを調整しますよ。最初にファスナーを切らないでつけるのはこれが理由です。ね、入れてみてね、曲線きれいに入ってるかなと試してくださいね。あれ、ダメだったなと思ったらもう一度ジッパー入れ直してくださいね。そういうことができるので、このフリースタイルのファスナーはとても便利です。よし、きれいに入ったぞと思ったらファスナーカットしてくださいね。で、角の部分もだいたい5センチぐらい長く出してからカットしてくださいね。確認大切ですよ。ファスナーの端にこの布を重ねて縫います。今日は手縫いで縫いましたよ。ここね、2センチぐらいファスナーを出してそこ縫います。縫ったらこのようにこのね、青の布をきれいに折ってファスナーの端を隠します。これね、両方縫ってくださいね。はい、できました。大きく広がるので使いやすいですよ。作品完成したので今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。今度はショルダーバッグ作ります。またね。